皆さんこんばんは、さちです。今回はキャンメイク新色のスイートピークオーズを使ってアジサイっぽい色合いのグラデーションネイルをやっていきます。それでは早速塗っていきます。スタート。ベースコートは D アップのストロングガードを使いました。まずはキャンメイク新色の N124 番を使います。N124 番を小指以外に塗っていきます。去年の限定色と激似だったこちらのピンク。パール系カラーは使うのがあまり得意ではないのですが、アジサイの淡いブルーやパープルと相性が良かったので、ベースカラーとして使ってみました。あまりハケ圧をかけずにふわっと塗るとムラが少なくなります。フォロワーさんからのコメントや DM の感じだと、今回のパール系カラーは見送った方が多そうなイメージです。ただ、6月発売の新色皆さんチェックされましたか？夏祭りモチーフの新色が4色出るんですが、どれもすっごく可愛いカラーでした。しかも4色のうち3色が定番色の仲間入りだそうです。大好きなブルー系のカラーもあって、今からすっごく楽しみです。小指にはキャンメイクの N82 番を塗ります。パール系の後だからかなり塗りやすく感じます。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。N82 番とベースコートを使います。N82 番を親指の爪先に斜めに塗っていきます。半分よりも気持ち深めに重ねてください。ムラになっても問題ないです。カラーが乾く前にベースコートで境目をぼかします。目立つところだけで大丈夫です。ハケはキッチンペーパーに拭き取ります。中指と薬指も同じように爪先に重ねていきます。ベースに塗ったパールピンクのムラが気になる方は、ムラを隠すようにブルーを深めに重ねても大丈夫です。アジサイって私的にはブルーとパープルのイメージが強いんですが、ピンクとかホワイトもありますよね。どんよりとした曇りや雨のイメージにはやっぱりブルーとパープルがしっくりくるかな。パープルは使うのが本当に苦手なので普段は避けがちですが、梅雨の時期にはパープルは必須ですよね。人差し指と小指は2度塗りしていきます。2度目はあまりハケ圧をかけずにふわっと塗るとハケ筋が残らず綺麗に仕上がります。単色塗りは粗をごまかしにくいのでアレンジするより難しく感じます。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ネイルホリックの PU076D とベースコートを使います。セリアのペーパーパレットも使います。そのまま使うと濃いので PU076D とベースコートを1対1くらいで混ぜて薄めます。混ぜたものを親指の爪先に重ねていきます。水色との境目が目立たないように軽くぼかしながら重ねていきます。もう少し濃く発色させるつもりが少し薄めすぎてしまいました。乾いたらまた重ねればいいので、とりあえずこのまま塗ります。ムラは気にしなくて大丈夫です。とりあえずこんな感じ。ハケは拭き取ります。中指と薬指も同じように爪先に重ねていきます。混ぜるのは1対1くらいでちょうどいいんだけど、ベースコートの量を 1.5 くらいにしてしまったんだと思います。まあ薄くても重ね塗りで調整できるので気にしないでくださいね。ここまで塗っている間に最初に塗った親指は乾いているので、このままもう一度重ねていきます。同じように1対1で薄めてから爪先に重ねていきます。さっきは先端から少しずつ下に広げるように塗りましたが、普通に塗るみたいに下から上にさっとハケを動かした方が塗りやすいかもです。こんな感じ。中指と薬指も濃くしたいのでもう一度重ねます。最初の淡めの方がお好きな方は重ねなくても大丈夫です。濃さはお好みで調整してみてくださいね。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。こ
この時点で水色をもう少し濃くしたい場合は N82 番とベースコードを1対1くらいで混ぜて薄めてから濃くしたい部分に薄く重ねていきます。パープルを少し濃く塗ったので水色も少し濃くした方がバランスが良くなります。こんな感じ。中指も同じように重ねていきます。そのままでも大丈夫そうであればこの工程は省いても大丈夫です。ここまで塗れたら2分くらい乾かします。 PA ネイルの AA225 番を使います。 AA225 番を親指の根元に重ねます。スタンプを押すように少しずつラメを乗せていきます。根元からパープルの境目あたりまで縦長に重ねると境目の粗も隠せるし縦長効果もアップします。中指と薬指も同じように根元に重ねていきます。細かいラメの中に大粒のラメも入っているので大粒ラメが1箇所に固まりすぎないように塗ってください。雨粒のようにキラキラと輝いて雨の日のアジサイって感じで綺麗ですよね。人差し指と小指は爪先に重ねます。あまりびっしり重ねずに散らすような感じで薄く重ねるのがおすすめです。ラメを重ねたら3分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにキャンメイクを塗ってからネイリストを重ねて仕上げます。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。アジサイグラデーションの完成です。アジサイの色合いを参考にしたけど彩度が低めだから雨雲が浮かぶ薄暗い梅雨の空って感じにも見えます。使用したものをまとめます。右手は親指と中指だけグラデーションにしました。可愛らしいピンクパールがベースだけどくすみカラーを足すことで甘さ控えめな印象になります。同時に発売されたベージュパールやブルーパールに変えても可愛いのでお好きなカラーを使ってみてください。次回は夏の定番海ネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。